その時私は気づきました。大きい。あまりにも猫にしては大きすぎる。肩幅も胴体もそう、それはまるでどうも、島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回もご覧いただきましてありがとうございます。さあ今回はですね、投稿階段をお送りしていきたいと思います。今回もね、えりすぐりもう素晴らしい階段たくさん送っていただきておりましてですね、こちら紹介していきたいと思います。今回は5つの階段、そして1つですね、以前紹介した階段に対するね、感想、非常に興味深い感想を送っていただいたので、こちら紹介していきたいと思います。ぜひですね、今回紹介をさせていただいた方、概要欄にありますメールアドレスの方にステッカー係ということでメール送ってください。こちらに連絡先をね、書いて送っていただきますと、2枚組の悪霊退散、そして開運のね、ステッカーをお送りしますので、ぜひお願いいたします。そして引き続き皆さん不思議体験ありましたら、同じメールアドレスの方によろしくお願いいたします。で、今回の動画ですね、設定で英語の音声翻訳にすることができます。よろしかったらですね、海外のお友達にも紹介をしていただけると嬉しいと思います。ぜひね、そちらの方もチェックしてみてください。さあ、ではもうね、本当にちょっと皆さんにすぐね、聞いていただきたいぐらい、もうちょっとね、素晴らしいお話たくさんなので、どんどん紹介していきたいと思います。まず一人目の方、こちら、20代後半の女性の方ですね。月さんから送っていただきました。ありがとうございます。いつも YouTube 楽しく見ています。私の父方の実家はすごく曰く付きの家なので、今回送らせていただきました。家の仏間というお話ですね。私は北東北の山深い村で生まれ育ちました。両親が離婚するまでの数年間、父方の実家で過ごしていたんです。そこは本家と呼ばれ、村の中でも特別な家でした。仏間には巨大な仏壇が2つ、そして意味がわからない掛け軸や人の形をした人形がいくつも並んでいたんです。子供ながらにその空間だけは妙に空気が重たく感じ、なんとなく息苦しく感じていました。そんなある夜なんです。小学校1年生だった私は、夜中トイレに行きたくなり、普段なら一人で行くんですが、なぜかその日は胸騒ぎがし、母を起こして一緒に行ってもらうことにしたんです。階段を降りていく途中、ふと仏間へと続く廊下の先に何かが動いた。四つん這いです。音も立てずに這っていく影が見えたんです。四つん這い、音も立てずに這っていく影。猫？私は目を凝らしましたが、影は部屋の暗がりの中にさらに黒く溶け込んでいきました。母は言いました。あら、猫が入ってきちゃったんだね。気にせずトイレへと向かいました。そしてその日はトイレを済ませ、そのまま寝てしまいました。次の夜もまたトイレに行きたくなり、今度は怖さもなかったので一人で行けそうでした。ですが、階段を降り切った瞬間、またそこにいたんです。昨日と同じ四つん這いの影。ああ、やっぱり猫だ。そう思い、そっと今度は近づきました。影は静かに仏間の廊下へと進んでいく。私はその後をゆっくりと追いました。すると影がふと立ち止まり、こちらを見たような気がしたんです。いや、気のせいではありません。確実に見られている、そう感じました。と次の瞬間、影はゆっくりとこちらへ向かって歩き出してきたんです。その時私は気づきました。大きい。あまりにも猫にしては大きすぎる。肩幅も胴体もそう、それはまるで人間でした。恐怖がこみ上げて私は目をぎゅっとつぶり、何も見えないまま階段を駆け上がったんです。途中、壁にぶつかり大きな音を立ててしまい、母と祖母が飛び起きました。どうしたの？泣きながら今の状況を話すと、祖母がぽつりと言いました。
ああ、それは〇〇さんかもしれないね。昔ね、この家で村の体や心に障害を持った人たちを預かって面倒を見ていた時期があったのよ。中でも腰を悪くして四つん這いで歩くしかなかったおばあさんがいたの。夜な夜な廊下を這って歩いていたんだよ。ああ、〇〇さん、まだここにいたんだね。その家にはそういった見えない誰かがまだ何人も住み着いていたようです。呪物のようなものや古びたお経の本が大量にあったのもきっとそのせいかなと思います。そして不思議なことに両親が離婚をし、その家を出てから長年悩まされていた私の体にあった大量のイボが一瞬で消えたんです。あの家は私の成果のはずです。でも私は歓迎されていなかったのかもしれないと感じています。まあね、四つん這いで黒い影がね、歩いているということで猫だと思っていたんだけれども、しっかり見てみるとそれは明らかに猫の大きさじゃない人間だったと。この瞬間怖かったでしょうね。このお宅というのが北東北の山深い村で、本家とね、その集落でも呼ばれていて、村の中でも特別な家だったということですよね。その村で、少し心や体にね、何か痛みを持ってしまった人たちを預かって見ていたっていう、なんかそういう意味でも特別なお宅だったんでしょうね。ただおばあ様がね、すぐに「ああ、それ〇〇さんだね」っていうふうに分かったっていう、何か特別な家ということで不思議なことも起きやすい家だったのかなと。ただここをね出てから大量のイボが一瞬で消えたっていう、これ何なんですかね。何かそこにいる何かの反応が出ていたっていう。でも非常に興味深いというか、そういったねお宅が実際にあるんだなという話を送っていただきましてありがとうございました。さあ続きましては、恋する白蛇ちゃんから送っていただきました。こちらね、いつもお母様とね一緒にお階段巡りをね見てくれてるという方なんですけども、以前皆さんワッキーさんね来てくれまして、でワッキーさんがマザーというね神風特攻隊という、戦争の、ことを題材にした舞台をやられていてという話をねしてくれましたけども、その回を、見たというところでですね、お母様と一緒に見て今回メールを送っていただきました。ワッキーさんのお話も母と視聴させていただきました。私も特攻隊に関する不思議な体験をしたので投稿いたします。私は少し霊感があって不動産関係の仕事をしています。数年前仕事で20代の男性の営業 A さんと出会ったんです。20代の男性の A さんという男性。A さんと一緒に仕事をし始めてからしばらくすると A さんの額に特攻隊員がつけていたゴーグルのようなビジョンが見えたんです。A さんは私も知っている調布飛行場で活動していた有名な特攻隊員さんの一人と顔立ちがよく似ていました。そこで A さん本人に特攻隊員のゴーグルのビジョンが見えること、そして特攻隊員の生まれ変わりかもしれないと伝え、私の手持ちの書籍に掲載されているその特攻隊員さんの写真を携帯のカメラで撮影し、撮った日付を入れて現像し A さんに渡したところ、その日付というのは A さんの誕生日だったんです。二人でとても驚きました。この A さんと特攻隊員さん共通点が多いんです。A さんのお住まいの地域は特攻隊と関係のある場所など他にもいろいろとありました。A さんの額にゴーグルのビジョンが見えた当時、私は調布飛行場を活動の拠点としていた244戦隊という特攻隊について調べていました。調布飛行場の近くの武蔵野の森公園に244戦隊に関する展示コーナーがあるので、母と2人で見に行きました。受付を済ませると係員さん2人は別室に入っていき、母と私しかいない展示コーナーで特攻隊の戦闘機がたくさん映っているパネルの前で母と2人で話をしていると、窓ガラスがガタ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 
と音を立てて鳴り響き、空間全体にピシッ、パキッと大きなラップ音がしたりし、揺れを感じたんです。母は地震と言ったんです。私が特攻隊員の霊魂が4、5人来ていると言った直後、音も揺れも収まりました。この体験から特攻隊の霊魂は生きていると私は実感いたしましたので、多摩霊園にお墓のある戦争関係者の方々のお墓参りに行きました。そして同じ職場の不動産の営業さんたちにもお墓参りに行ってもらいました。その結果、お墓参りに行った月、新築分譲マンションの販売の契約数が1年間販売していた中で最多となりました。私だけではなく母や同じ職場の営業さんたちと一緒に体験した少し不思議な出来事でした。はい。追伸、不動産関係の仕事をする方々は、特攻隊が守ってくださった土地イコール国土や、その上に建てる建物などを賃貸・売買するので、一礼してから仕事をさせていただくことの大切さを学ばせていただきました。体験談に登場する営業の A さんと私の母の強い希望もあり、今回投稿をさせていただきました。今年は戦後80年の節目の年でもあり、終戦直後に生まれた母も80歳になります。島田さんの怪談巡りでこの体験談を配信していただけるととても嬉しいです。ワッキーさんもね、こちらで特攻隊の方の生まれ変わりとしか考えられないね、男の子がいるんだという話もねしてくれましたけども、やはりそういったことがあるんでしょうかね。やっぱりこういった話っていうのは、偶然とねして片付けずにですね、やっぱりこの今書いていただきましたけども、今年終戦戦後80年の節目、このタイミング80年となると、やはりその体験をしていた方たちがねどんどんいなくなっていってしまうというところもある中でですね、やっぱりこういったことがあって、でなぜ皆さんは突入しなくちゃいけなかったのか、突入したのか、突入できたのか、その時代背景や、やっぱりね戦争は絶対に良くないんだ、平和じゃなきゃいけないんだっていう心をね、こういった話をね、皆さんとまたこう共有することで強く持っていかなきゃなっていうふうに思いました。本当にとても大事な話送っていただいてありがとうございました。こちら恋する白蛇ちゃんでした。ありがとうございます。さあ続いてひなこさんから送っていただきました。いつもお階段巡り楽しく拝見しております。私の体験した不思議な話を聞いていただきたく投稿しました。よかったら考察などいただけると幸いです。ありがとうございます。これ面白いんですよ。今年のお正月、近所の神社にお参りに行きました。新年ですから新しく下ろしたイヤリングをつけて行ったんです。境内に続く石段を登っていた時、片方のイヤリングが落ち、と思って探したんですが、小さかったせいか見つからなかったんです。残念ですね。仕方がないので諦めて参拝をして帰りました。さらに1月の成人式が過ぎた頃、用事があってその神社の脇を通ったんで、またお参りをしようと、その神社の入り口の大きな鳥居をくぐりました。その神社は鳥居をくぐった後、少し歩いて境内に続く階段があります。私が階段に向かって歩いていくと、ちょうど正面の階段を降りてくる二人連れがいました。自分とは逆ですれ違うように上から下が降りてきたと。袴姿の若い女性の人と普通の格好をした年配の女性でした。そうか、今日は成人式だ。成人式の写真か、もしくはね、卒業式の写真を撮影に来たのかなというふうに思ったんです。その若い女性ですが、振袖に袴を着付けて草履を履き、長い髪をハーフアップにしていました。着物が遠目にもいいものだとわかるような着物。ただ、振袖のたもとの長さが標準よりも長いと感じ、柄も今風ではなかったんで、大事にしまわれていた由緒あるものを着ているんだな、そういう印象を受けたんです。そしてその若い女性ですが、びっくりするくらい綺麗なお顔をしていたので、思わずじっと見入ってしまいました。その時、二人連れがあと数段で階段を降り切るというところで、下から見ていた私とその若い女性とで目が合ったんです。その途端、その若い女性がパッと私めがけて階段を駆け下り、
私の方に走ってきて、そして私の両手を掴んだんです。あまりのことに私はびっくりをして固まってしまいました。その若い女性、私の両手を握ったまま何かを言おうとするんですが、あとかうという音しか発生できないようでした。私の手はぎゅっと握られたままですので、離れられずどうしようと怖くなりました。そこに若い女性と一緒にいた年配の女性が近づいてきて、慌てることもなく、そのね、若い女性の方をね、こう見ながら、キラキラ、綺麗ね、と言ってきました。私はその日病院帰りだったんで、ノーメイク、アクセサリーもつけていないし、格好も地味でしたので、キラキラしたものはつけていないし、若い女性の着物も豪華でしたが、キラキラしているわけでもなく、何を言ってるんだろうと思いました。若い女性は手をパタパタして私の手を握っていましたが、その間年配の女性、キラキラね、その人は違うからダメ、話して、一緒には行けないよ、と言い、彼女を連れて行こうとするんですが、若い女性は私の手を掴んだままでしたので、私も引っ張られる格好になりました。どうしよう、乱暴に振り払うのもかわいそうだし、と思った時に、若い女性がよろけて一瞬私の手を離したんです。また、パッと私の手を取ろうとしたんですが、私がさっと身を引いたところで、年配の女性に連れて行かれました。その若い女性は曲がり角を曲がるまで私の方を見ていました。あまりのことに呆然としていました。その後、知り合いに神社でこういうことがあったことを話すと、何人かの方に、いや、それ、神様なんじゃないの？イヤリングは奉納したことになったから見つからないんだと言われ、あっと思いました。その神社の主催人は非常に美しい女神様で、財や美、芸事を祀る神様です。非常にね、美しい女神様っていうとね、この花の咲夜姫とかね、思い浮かびますけども、財や美、芸事っていうと、弁財天様って感じなんですかね。キラキラ、綺麗と言っていたのはイヤリングのことだったのかととても納得しました。確かになくしたイヤリングにはキラキラした石がいくつもくっついていました。ただそんなに高いものでもないし、片っぽだけです。もし仮に神様的な何かだったとしてそんなに気に入るかなと疑問ですし、そんなに簡単に姿を現すかなとも思います。また触れてしまったので服か役をもらったのかとも思いましたが、今のところ大きな出来事もなく無事に過ごしています。しかし神様ではなくちょっと変な人に絡まれたのかもしれませんが、キラキラきれいという言葉と古風な振袖が忘れられません。取り留めのない話を聞いてくださってありがとうございました。まあ神様説ちょっと僕も推したいですね。神様ってね、綺麗なもの好きなんですよ。キラキラしたものも好きっていう話がありますね。で、これがその財や美、芸事となって、これがもし弁財天様だった場合ね、まあ女性の神様なんですけど、弁財天様っていうのは水を司る神様なんですね。なので水の音、その音から音楽とかね、まあそういったものにもこうつながってくるんですが、水のキラキラした光に反射した綺麗なキラキラしたね、まあ小川やね川やっていうまあ景色ありますよね。まあそこがねすごく象徴的な神様でもあったので、まあよりまあこういったキラキラしたものが好きということなのかなというふうに思いますけど、そうなると横にいるなんか面倒を見てるような、なんか通訳みたいなことをしてた女性、何だったんですかね。はいはい、キラキラね。でもその人は違うからダメ。話して、一緒にはいけないから。これなんか意味深ですよね。まあでも、まあね、神様に、ね、そのキラキラしたものが届いているんであればね、喜んでもらえて、結果ね、いつか帰ってると思いますんで、ご利益が。はい。なんかそういうふうにプラスの方にね、受け止めてほしいなと思います。さあ、続きまして、こちら、風ちゃんですかね。はい。送っていただきました。島田さん、夕食の支度中に BGM として楽しんでおります。いろんなお話を聞いているうちに、あれは何だったんだろうという記憶が蘇ってきたので投稿しました。ありがとうございます。これは今から50年ほど前の話です。昭和40年代。私は当時5歳でした。ある日、通っていた幼稚園でお遊戯の発表会があり、私たちのクラスは
かもめの水兵さんを踊りました。次の日担任の先生が、昨日の発表会で一番良かったと思う出し物を一人ずつ答えてくださいと言ったんです。私は年少さんが踊ったアヒルのミニスカートが一生懸命で良かったと答えました。他の子たちもそれぞれ一番良かったと思う出し物を順番に答えていきました。そんな中ですね、A ちゃんと B すけくん、あとシータくんの3人が自分たちの出し物、かもめの水兵さんが一番良かったって答えたんです。全員の答えを聞き終わった後、先生が言いました。この中に偉い人がいます。それは A ちゃんと B すけくんとシータくんです。さっきね、自分たちが一番良かったと答えた3人ですよね。その3人が偉いと。なぜなら自分のことを自分で褒められる人は偉いのよと言ったんです。確かにね、謙遜せずに、自信があって自分たちのこと良かったって自分で言えるって少しね、恥ずかしくてみんな遠慮しがちだけど言えるっていう行為も立派ですよね。ただそれを聞いた瞬間、突然私の頭の中に手前味噌という言葉を知らんのかという怒声が響いたんです。手前味噌って何と驚く一方で疑問も頭に浮かんだんです。5歳ですし、私自身この言葉は知らなかったのだと思います。ではなぜと不思議に思いながらも、誰にも話す機会もないまま中学生になったある日、たまたま知り合った他のクラスの女子が同じ幼稚園の出身だと知り、この話をしたんです。以前ね、急に幼稚園で手前味噌とはなんだ、その言葉を知らんのかっていう怒声聞こえたんだっていうのを、同じ幼稚園か、じゃあちょっと話してみようと話したんですね。笑われるかなと思っていたら、彼女もやはり5歳の時、似たようなことがあったと言うんです。幼稚園には女子ばかりひいきする先生がいて、それに怒った男子の園児が、ひいきだひいきだと先生に食ってかかったのを彼女はそばで見ていたそうです。すると頭の中に突然エコひいきという4文字の漢字、エコひいき、めちゃくちゃ難しいですよこの漢字という漢字が浮かび、見たこともない文字に彼女は愕然としたんだそうです。もちろんね、エコひいきなんて言葉も知らないしね、そんな漢字知るわけもないんですけども、その時になぜかエコひいきっていう言葉とともにこの漢字が浮かんだ、こんな経験があるんだと。私たちはですね、この現象について守護霊さんかな、前世の記憶のかけらなど話しましたが、結局謎のままです。島田さんどう思われますか？これもまたちょっと神様説みたいな感じにちょっと思っちゃいますけどね。よくありません？ちょっとこの幼稚園がどういうね母体で経営でっていう幼稚園か分かりませんけど、時々その神社がすぐ近くにあってとか、神社の境内の中で幼稚園があるとかね、そういう幼稚園ってあるじゃないですか。そういう場所なのかなって感覚的に思いましたけどね。ごめんなさい、全然違ったら申し訳ないんですけどね。意外と多いじゃないですか。だからそうなった時にそこの神様が子どもたちのことを見守りながら、あとは大事なことも時には教えながら、そうやって温かく時には厳しく立派な子どもをね、大人に成長するように見守ってくれていた、そんなものが見えたり聞こえたり感じたりしたのかななんていうふうに思いましたけど、いかがでしょうかね。でも塾の先生みたいな、すごいね、幼稚園児には似つかわしくないぐらいのことを教えてくれる、いろんなことを教えてくれるっていう感じなんですかね。ありがとうございました。さあ続いて、最後ですね、渡辺さんから送っていただきました。私が宮城県仙台市内の病院に勤めていた頃の話なんですが、食事を作る際にセレクト食というものがあったんです。何かって言いますと、患者さんが食べたい魚または肉を選ぶことができるシステムで、私が以前より仲良くしていたおばあさんがぜひカツオのたたきが食べたいっていうんで、それを準備したんです。藁を購入してカツオも1本購入して、藁焼きでカツオのたたきを提供しました。昼食の後、そのおばあさんにどうでした？美味しかったですか？
と尋ねたところ、満面の笑みで、こんなに美味しいカツオのたたき食べたことはないと言われました。制限があってカツオのたたきは2切れだけの提供でしたが、本当に喜んでくれたみたいでとても嬉しかったです。〇〇さんに喜んでいただいて僕も本当に嬉しいですとその場を去り、次の患者様のところに行く途中、来週のセレクト食を聞くのを忘れ、〇〇さんのところに戻ると寝てるように見えたんで、〇〇さん、〇〇さん、声をかけたんですが返事がなかったんです。少し心配になりすぐにナースコールを押したところ、看護師さんと先生が来て脈を取り始めたんですが、この時すでに亡くなっていました。私と会話をしておよそ1分後に亡くなったので、最後の晩餐になったのかなと何か涙が出てきました。その夜深夜まで仕事をしていたところに、すみません、すみませんとか細い声のおばあさんの声が聞こえたんです。振り返ってみると、お昼にカツオのたたきを食べた〇〇さんだと思ったら、そのおばあさんが言うんです。姉がお世話になりました。私〇〇の双子の妹なんです。姉がすごくおいしいカツオのたたきを食べられて嬉しかったと言っていましたので、ご挨拶に来ましたとのことなんです。その時は突然のことすぎてびっくりで、ご丁寧にありがとうございます。でも今回はとても残念でしたねと伝えたところ、いえいえいえ、姉はとても喜んでましたということを伝えていただき、そのおばあさんは帰って行かれました。次の日、最後を看取ってくれた看護師さんにお会いし、昨夜のお話をしました。ところが不思議なんです。〇〇さん、双子は双子なんですが、妹さんは静岡の施設で寝たきりの状態。こちら仙台ですからね。昨夜は誰もお見えになっていませんよということだったんです。それに〇〇さんは携帯も持っていませんし、連絡もつけられるはずがないとのこと。確かに私の作ったカツオのわら焼きを食べたことを誰かに連絡する暇もなかったと後で気づきました。一体昨夜に私を訪ねてきてくれたのは誰だったんでしょうか。寝たきりでというね状態、静岡の方で。でも一番ねご縁が深い、妹さんに、そのお礼を託されたんでしょうね。なんでしょう。本当は自分でねそのお礼をってことなんですけども、何か理由があって自分は姿を現せられない。生きた妹さんでしかそのお礼が伝えられないっていう何かそういう制約があったんですかね。でもね本当に最後にとっても美味しいってね妹さんを通じてお礼を伝えてくるぐらい美味しかった、喜んでいたというカツオのたたき最後に提供できて、そしてねこの亡くなられてしまった〇〇さんも幸せに最後美味しいものを食べられてよかったなというふうに思います。ありがとうございました。さあ、今回5つ紹介したんですがね、最後にちょっと以前からですねこちらで投稿会談紹介をしているものにですね、またちょっと私もという感じでね感想を送っていただいたんで一つ紹介したいと思います。ペンネームあーやさんからです。3月の29日にアップされていた俳優さんの夢のお話を聞いて送らせていただきました。なぜか皆さんとても精神的にも肉体的にも追い込まれて辛いっていう時に会ったことはない。もちろんねテレビを通じて知っていたんだけれども、若くして亡くなられてしまった俳優の M さんが夢に出てきて、いつも微笑んで大丈夫だよという言葉でまた生きる力がもらえた。これは複数の方から送っていただいてるんですよね。その M さん亡くなられてしまってるんだけれども、いろんな方たちを元気に励ましてるのかなということのメールだったんですけども、その俳優さんの夢のお話を聞いて今回私も送らせていただきましたってことなんですよ。またです。お名前は伏せていましたがすぐにあの俳優さんだと気づきました。なぜなら3月の上旬私の夢にも出てきたからです。もともと彼のファンではあったんですが、
私以外にも希望とか元気をいただいている方がいることに驚きました。私もその時はペットの死、長男とうまくいかない、娘は言うことを聞かない、旦那は仕事ばかりで相談にも乗ってくれない、実の家族ともうまくいかず悩んでいたという時期でした。普段なら家庭を明るくしていたはずの私がイライラばかりし、何も楽しくない、こんな生活やめたい、こんな家族いらない、さっさとペットのところに私も行きたいなどマイナスのことばかり考えてしまっていたんです。その時夢にその俳優さんが出てきました。会話はしていませんが、とても素敵な笑顔で頭を撫で抱きしめて背中をポンポンとされ、夢の中でとても元気をもらえたのを感じました。夢から覚めた時、すぐ彼のインスタに飛びありがとうと伝えました。その後は夢で見た彼の笑顔を思い出しては、私自身も気持ちが平和になり、たくさん笑える日々に戻りました。会話ができなかったのは残念でしたが、彼の笑顔に救われて私はとても今幸せに日々を送れています。うまくお伝えできているか分かりませんが、読んでいただけたら幸いです。俳優さん本当にありがとうという。すっごく不思議ですよね。皆さんそのね、亡くなられてしまった俳優さんとご家族であったとかいうわけではなく、もちろんね、画面を通して知っていた。で、あとファンであったとかはあるかもしれませんけど、本当にこちらにもうこれ何通目ですか？送られてきてるのが、一番自分がもう辛い、どうしようもない、それこそもうこの人生諦めてしまいたいっていう時に、夢にこの俳優さんがみんな現れてきてくれるんですよね。で、確かに素敵な笑顔の爽やかな、本当に包み込むような方ですよね。この方が今回も共通しているのがですね、とても素敵な笑顔で頭を撫でてくれて、抱きしめてくれて、他の方の場合は大丈夫だよっていうね、言葉をくれたとかってありますけど、とにかく何かもういっぱいいっぱいの方をね、全身を使って包み込んでくれる。で、みんなその後また頑張ろうって思えてる。いやー、生前もね、いろんな作品などでね、たくさんの方を元気に生きる勇気をくれたという素敵な俳優さんでしたが、本当に残念なことに若くして亡くなってしまわれたんですが、いまだに夢を通じてね、いろんな方たちを救ってるんだなと思うと、もう頭がもう下がるというか、いやー、本当に素晴らしい方だったし、まだこの素晴らしい方はいらっしゃるんだなということで、いや、ちょっとびっくりしてしまいましたね。本当にありがとうございました。さあ、今回は5人プラス1名6名の方メール紹介させていただきました。ぜひ概要欄にあります、メールアドレスの方にステッカー係、連絡先送ってください。で、引き続き皆さんも不思議体験ありましたらぜひよろしくお願いします。さあ、もう一度言います。今回の動画、設定で英語の音声翻訳にすることができます。もしよかったらね、海外のお友達にもこちら紹介していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。というわけで、投稿怪談をお送りしました。今回は以上になります。島田秀平のお怪談巡りでした。ありがとうございました。